こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの本を覗き見させてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回はゆうたろうさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたらじゃあゆうたろうさんについて自己紹介をお願いします。はじめまして、ゆうたろうです。仕事は外資系の IT の営業をやってます。時代の先端みたいな話を、こういう機会いただき、いろいろ日々思っていること、考えていることとか、インテリアとかファッションについて、少し話をさせていただければなと思ってます。よろしくお願いいたします。というわけで今回紹介していただくこちらのご自宅がワンルームということで、大体平米数とか何畳ずつぐらいあるんですか？25平米のリビングが7畳だったような記憶です。はい、というわけで結構7畳の中にかなり物がたくさん溢れてる印象かなと思うので、そのあたり詳しくお話をお伺いできればなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まず最初こちらがデスク周りということで紹介をしていただきたいなと思います。こちらのスペースは、普段どのような形で過ごされていますか？そうですね、本来リモートワーク用にいろいろ環境を揃えてはいたんですけども、ちょっと営業もやってることがあり、会社に行くことが増えたり、ちょっと物が収納しきれず物置スペースみたいな感じで、好きなようにちょっとここは使わせてもらってる感じですね。はい、というわけでじゃあちょっと順番にアイテムの話お尋ねしていきたいなと思うんですけど、まずこちら壁にかかってるこの大きな油絵の作品があると思うんですけど、これについてちょっとお話をお伺いしてもよろしいですか？そうですね、自分は、美術関係とかそういった大学学校とかも行ってないですし、何か今までやってきたってことはないんですけども、やっぱりアートとか芸術系のものは好きで、こうなんか自分の頭の中で想像したものを形にしてみたいなというのをちょっと逃げてたような時期もあったんで、それをちょっと挑戦してやったことないこともやってみたいなっていうのでやり始めた感じですね。これはちなみに何をイメージして？そうですね、絵を描くことは好きではあるんですけど、うまくはないと思っているので、色と筆の流れとかによってなんですかね、自分の中にある感情みたいなとか言葉にしないものを何かそういった形で表現できたらなっていうので始めた形ですね。これはちなみに作品としては何作目というか？もうこれはもう1作目一作目になります。これ完成したんですか？それで言うと完成はなんかどこまでもないのかなと思っていて、特に1作目に関しては、自分の中でもう完成されたものってもうそれ以上なくなっちゃうのかなっていうのがあるので、未完成さを突き詰めたいなっていうのが1作目で、その次に2作目3作目って頭にあるんですけど、なんでこれはちょっと一番今後書いていく中でもちょっと異質な感じで留めておきたいなみたいな感じはあります。ありがとうございます。そしたらじゃあちょっと下の方に行って今度、テーブル上のちょっとアイテムについてもお伺いしていきたいなと思うんですけど、まず、奥の方にライブラリースペースというか、本がたくさんあると思うんですけど、普段から本は結構読まれることが多いですか？そうですね、本を読むことが多いです。今そちらに置いてあるのはどのようなカテゴリーの本が多いですか？そうですね、ちょっとやっぱり仕事関係が多くなっちゃってるのはあるのかなとは思うんですけども、やっぱりでも考えていくとベースは人生どう生きるべきなんだろう、生きる必要があるんだろうみたいな、そういう哲学チックなようなことも多いんじゃないかなと思ってます。この中で何か思い入れのある本だったり、お気に入りの本があればちょっと紹介していただきたいなと思うんですが、何かありますか？そうですね、まずこれからになるんですけども、多分父はそんなに口うるさい人間じゃないんですけど、これを読んでみたらみたいなので学生の時にちょっと読み始めて、また大人になって読み直したみたいな本で、もう名前にもあるんですけど、バカの壁っていうので、物事を知ってるものがこの壁の内側で、その壁の向こうに
自分の知らないものがあるから、それを超えていくべきだよねみたいな、いろんな解釈があると思うんですけど、個人的にはそういう解釈して、できる限りその壁を越えていきたいなって思ったのが本を読むきっかけになった感じですね。なんかような感じの本です。なるほど。他には何かありますか？そうですね、こっちの、岡本太郎さんの本、あともう一冊あると思うんですけど、ちょっとまだ全部読み切れてないんですけども、やっぱり、これも人生どう自分なりに人生生きるべきかみたいなことを岡本太郎さんなりに、書いてくれてるのかなっていうので、結構個人的には助けられてます、何か悩んだ時とかに。これも今一番これが自分の中では熱い本ですね。はい、であとは3,4 ヶ月前ぐらい誕生日だったんで、ちょっとここに本じゃないんですけども、会社の先輩からこういった形で誕生日をもらい、で、自分もちょっと大人になったなとは思うんですけども、プレゼントで本をもらうって結構初めてだったんですけど嬉しくて、でそれがここら辺の本で、こっちは小説ではあるんですけども、ちょっとセールスの人が読んだりするとよかったりも、それ以外の人が読んでもいいのかなと思うんですけども。であとこっちは、父から息子にこれも多分基本的にはどういう人生を送ったらいいんじゃないっていう、アドバイスをしてくれていると思うんですけど、正直まだ全部読み切ってないんですよ。っていうのも、その息子が年を取るにつれて、その父が息子に出す手紙で今ちょっと読んでるところで言うと、自分の年齢と経験を超え始めてきたんで、読んでもちょっと想像つかないところがあったんで、これはもう本当に何十年かけてゆっくり読んでいこうかなと思って、そんな本を誕生日プレゼントでもらったのはすごく嬉しかったですね。っていうのが思い出というか、思いのある本たちですかね。はい、ありがとうございます。はい、本のお隣に黒いサークル型のガジェットというかね、ありますけど、これは何ですか？アンカーって、もしかしたら皆さんご存知かもしれないですけども、最近よく流行ってるんじゃないかなっていうので、これを買ったのがなんかちょっと母の影響だったんですけど、実家に帰ったら、意外にもなんか最先端のものを使っててなんだと思って、あと今 iPhone 使ってるんですけど、やっぱり充電ケーブルも使ったりするんですけど、既存の、接触不良とか分かんないですけど起きるのかなと思って、それが嫌だなと思って、置いただけで充電できるのは楽だなと思って、ちょっと最新に飛びついてみた感じのものになってます。逆になんか使ってみて、これちょっと不便だなとか思うことあったりしますか？正直結構合わないんですよね。結構正確になんか、そうだ、今日起きた時に充電できてなくて、あら、これ言うとちょっとアンカーさんの怒らせるのかなあれなんかできないじゃあ結構これもなんか位置によってそうなんですよ。じゃあ少しでもずれちゃうと充電できなかったり。そうなんです。だから気をつけたらいいです。もしかしたらそうですね。確かにそれはちょっと一目でわからないのは、そうですね。確かにちょっとあれですね、言っていいのかわかんないですけど。なるほどね。はいはい、ありがとうございます。あとはこちらのカウンターテーブル、これはどちらで購入されたものでしょうか？ガレージさんっていうブランドだと思うってあれなんですけど、さんので、基本的にはオフィス家具系をやられてる会社さんなんじゃないかなと思ってるんですけども、すごくしっかりしてはいて、一番この中で家具の中で頑丈なんじゃないかなとは思ってます。やっぱりちょっとこうディスプレイとかも今ここにつけているので、そういった意味で言うとこう安心感のある机にはなってるかなと思います。あとは椅子もカウンターチェアというかね、そうですね、だとは思うんですけど、これはどちらで購入されたんですか？これはヘイさんの椅子になってまして、正直多分ここをうまくまとめきれてないんですけど、場所的には一番自分のこう思ってやりたいことをうまく表しきれてないんですけど表そうとしている場所でちょっとやっぱこのヘイのこう北欧チックなものとこういうガレージ系ってちょっと異質な感じはするとは思うんですけども、うまくこう共存というか存在させたいなっていう感じが結構この部屋を作っていく時のベースとなったところがある
じゃあここは引き続きそうですね、どんどんちょっとブラッシュアップして、あと皆さんにいろんなアドバイスいただけたらと思ってるんでなるほど、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。続いてお隣に移動して、まずちょっと上のはい、アート作品、またこちらも少しあると思うので、はい、ちょっと左から順番にお伺いしてもよろしいですか。はい、ちょっと先ほど、自分の油絵をちょっと紹介させていただいたと思うんですけども、それをやるベースとなったのがやっぱりこうちょっと海外にいた時期もあったんで、そこでやっぱりちょっと日本よりちょっと距離感が近かったのがアートに対してあったかなと思って、もともと絵を買うみたいな習慣はなかったんですけど、そういうちょっと習慣が出始めたのが、この3つかなと思ってて、左からこれはイギリスのちょっとどこのミュージアムか忘れてしまったんですけど、行った時にこの赤色とちょっとファッション要素もあるのかなっていうのと、このメッセージ性も好きだなっていうので購入しました。であとは右に移っていくと、これはハワイで買ったやつなんですけど、絵だけじゃなくって全体的に綺麗なイメージがあるので、色の良さをまとめてくれてるのと、このワーゲンのこのバス、車がずっと好きで、そういうのもありちょっとこれ買いましたっていうのと、あと最後あれですね、パリが結構好きだったりもして何回か行ってたのもあったんで、通りでやっぱり画家さんが売ってるんですね。多分10ユーロとか20ユーロぐらいで確か売ってたと思うんですけども、応援したいっていうとあれですけども、アートに対してもうちょっとこう自分から寄っていきたいなっていう形で、歩きながら買ったのがあります。じゃあここは結構世界各国のアートが並んでますね。はいはいはい。ちなみにお隣にもなんか飾られてると思うんですけど、これは何ですか？これは大学院の卒業証書なんですけども、イギリスに行って、ちょっとビジネス系の勉強をしてきて、正直結構ギリギリなメンタルで生活をしてたんで、自分こういうのを一応やったんだなっていうのを、そこに執着はしたくはないんですけども、一つ自分のこう、生きた証みたいな感じでちょっと部屋の一部に置いてます。留学は何年間ぐらいされてたんですか？1年半とかですかね、大体。ちょっとそれこそちょっとコロナが途中始まったりもして、その中での海外生活でもあったんで、ある意味、今となってはいい経験、当時結構悲惨だったんで、状況としてはそんなにこうよく話せるストーリーじゃないかなと思うんですけどもやっぱりね、どうしても亡くなった方もいらっしゃったでしょうし、それぐらいやっぱ結構イギリス当時本当に世界でワーストな感じの環境の中、生き抜いたというか、当時なんかすごい慢性的にこう死を感じることがあって、夜とかも救急車の音がやっぱピーク時っていうのずっと鳴ってたんですよ。でもうそれもなんか一時期もう日常化してたんで、もうなんかその時はそう思ってなかったんです。やっぱ 1,2 ヶ月経ってちょっと落ち着いた時に、救急車の音とか鳴らなくなった時にやっぱやばいんだなみたいなのがあり、そういう卒業証書なんで、勉強っていうのがあるとは思うんですけど、どっちかというともっとなんか本当に人生寄りな生と死とかいろんなのがこの裏に個人的にはひっついてます。定期的に2020年で帰ってると思うんですけど、やっぱり、もう本当に、しんどかったですね。いろいろと。ありがとうございます。ありがとうございます。そしたらじゃあちょっと戻って、あとこちら鏡がね、大きな鏡がありますけど、これはどちらで購入されたんですか？これ IKEA さんで買って、確か7,000円ぐらいだったかなと思うんですけど、ちょっと大きい鏡を、インテリア的にも欲しかったり、ちょっと一応スーツ着たりする時とかもあるので、一応ちょっと全身自分大丈夫かなっていうのを確認してから家を出るためだったり、ちゃんと前に使っているようなものになりますかね。あとはお隣に、こちら多分アートね、制作される時の、絵の具だったり、そういったものが置いてあるので、ちょっとここも簡単に紹介していただいてよろしいですか？正直あんまり細かい、絵の描き方とか分かんないんで、とりあえずいろいろ買ってみて、でさっきご紹介させた絵でいろいろ実験中ではあるんですけども、一応パレットっていうんですかね、これパレットか
一応買ってみたんですけど、この上でなんか細かいなんか色の調整とかめんどくせえなと思ってでもうこのままもうキャップ開けてそのままキャンバスの方にもう色乗っけちゃって、その上でいろいろ表現しちゃった方がなんか結構リアルかなと思って、そんなにメーカーもまだ詳しくないんですけどもちょっとやっぱり色、とにかくそんなにこうやっぱ形をこうかけるっていう技術はないので、色はちょっと気遣っていきたいなと思ってちょっといいのを選んだりとか綺麗な色を選ぶようにはしてますね。じゃあここはまだ探り探りそうですね。という感じですか。はい。ちなみにここも一つ絵というか、はい、作品があると思うんですけど、なんか有名なカフェらしくて、でやっぱりフランスの有名な人たちがよくここで絵を描いてたり、なんか誰だっつったかちょっとごめんなさい忘れてしまったんですけど、本当に著名な方々が結構通うようなカフェらしく、それをこう描いた、これも本当に色が綺麗だなと思って歩きながら買った作品ですかね。ありがとうございます。そしたらあとはその下にスーツケースがあるので、こちらも紹介していただいてよろしいですか。これリモアさんのスーツケースになるんですけど、本当はもう一個大きいの持ってて、そっちにステッカーとは結構貼ってるんですけど、ちょっとでかいのと、やっぱり最近ちょっと旅行行くタイミングなくなっちゃったんで実家に置いてるんですけど、これは出張もそんなないんですけど、ある時とかどっかのタイミングで旅行はまた行きたいなと思うので、その時にまた使おうかなと思っているやつですかね。で一応多分これも今あるのかちょっと分かんないんですけど、なんかクラシックタイプみたいな感じで、正直利便性でいうとちょっと良くない。あ、そうなんですか。で、何度かやったんですけど、結構パンパンに詰めちゃうと開かなくなっちゃうんですよ。このフックがなんか噛んじゃって。あ、そうなんですね。結構クラシックな感じなんでそこが好きなんですけど、スーツケースっていう本来のなんか物を運ぶっていうところに対するといろいろ気をつけなきゃいけないそれもクラシックの人なのかなと思って、でもデザインとか佇まいはすごいかっこいいですね。そっちを優先してしまった感じですかね。はい、なるほど、そんな一部です。はい。そしたらあとはちょっとその奥に照明があると思うんですけど、この照明はどちらで購入されたものでしょうか。これは、基本なんかオンラインショップで一時期買ってたんですけど、ちょっとこれどこのメーカーさんだったか今そうだ忘れちゃったな。でちょっとベースとしてもステンレス系を部屋の一部で結構多く置きたいなっていうのがあったんで、結構この部屋照明というところが結構暗いので、今ちょっと電球切れちゃってるんでどっちにしろつかない、明るくはないんですけども、存在しててほしいなと思う家具ですね。洋書がすごいたくさんここ置いてありますね。そうですね。それこそさっき今イギリスの方の大学に行ってたっていうのがあるんですけども、その時に使った本とかがちょっとここに行き場所がなくなってる感じがあるんですけど軽くお見せすると重いんですけど、洋書ってだけでちょっとかっこいいですね。なるほどね。これもちょっとたまに仕事で使う時もあったりするんで、一応ちょっと目に見えるところには置いときたいなっていうのはあります。あと本当に今後いろいろ考えていく中、ビジネスを考えていく中でベースなことを教えてもらったのかなとは思っているので、一応ちょっとここら辺をベースにして考える材料にしようかなとは思っている感じの本ですね。なるほど、ありがとうございます。であとはこちらあれですね、スツールもこの今スツールの上に洋書とか置いてると思うんですけど、このスツールはどちらで？これは IKEA さんので、これも多分1000円とか2000円ぐらいのあるやつだと思います。これはあれですか、なんか来客の方が来た時とかに使われてる？そうですね、個人的にはホームパーティーみたいなのが好きではあって、でもちょっとこの時期でもあったんでそんなにはあれですけども、一応お客さん来た時には椅子の数はあるんでうまく座れるかなって、まだあれですか、こっち側にベンチがあったりとかあるので、あとはこちらのダイニングテーブルですね。すごい大きなダイニングテーブルですが、これはどちらで購入された？これはヘイさんので、こだわりは一番あったかもしれないですね、家具を選ぶ中で。
お気に入りのポイントとかありますか？そうですね、形がこう丸なのをずっと探していて、やっぱイメージに一番近かったっていうのと、基本的にそんなに広い部屋じゃないんですけど、やっぱりこういろいろ詰め込んでしまってる部屋だと思うので、存在感は欲しいんですけども圧迫感は欲しくないので、そういった意味で言うとこう線が細いけどちゃんとこう弱々しくないものって感じの、なんでちょっと足はある意味ちょっと太いとこもあるのかなと思うんですけども、それが3点になってて、それが真ん中にこういってるので、そういったこう見た目がとにかく好きだったと、あと色が個人的には良かったなと思ってます。こちら椅子もそうですね、椅子もヘイですね。じゃあ椅子もこれはセットでそうですね購入された感じなんですかね。当時ちょっと買うときに、もうちょっと個性的な椅子も多分ヘイさんのあったと思ったんですけども、あえてそこはあんまり挑戦せず、ちょっとここはここでまとめようとした感じですかね。なるほどね、ありがとうございます。そしたらあとはテーブル上に、パラサンとかがあると思うんですけど、結構香り系はお好きというか、香り、そうですね、香りが好き、香水とか好きだったりもするので、こういった匂い系なのはちょっともう少し取り入れたいなと思いつつ、やっぱりまだいろいろ細かいところがこの部屋でできてないっていうのがあるかなと思うんですけど、やれることはやっていきたいなっていう感じですね。ありがとうございます。続いてこちらのお隣にはポスターがありますが、これについてちょっと紹介していただいてもよろしいですか？これもちょっとさっき紹介した絵の感覚で買ったものにはなるんですけども、多分ポスターはこうイギリスの美術館の広告みたいなもんだったと思うんですけども、多分なんか写真展があったのかなと思うんですけど、それの過去使ってたのを逆にポスターとして言ってて、なんかそれもなんかアートだなと思って、やっぱりなんかこういうちょっと人が入り込んでるのがちょっとどうやら好きらしくこの人もおしゃれだなと思って、こんな写真撮ってみたいなと思うのと、こういう感じも撮られてみたいなみたいなそういったのがあって頑張ってイギリスから持って帰ってきましたそしたらあとはこちらの空間は植物がたくさんありますね。植物大体今何種類ぐらいあるんですかね？そうですね、ここ一体に全部まとめてる感じなんですか？そうですね。でちょっと順番に植物の紹介をしていただいてもよろしいですか？でちょっと植物好きな割に、自分の性格上もあるんですけど、あんまり名前をちゃんと覚えないのがあるんで、名前間違ってたら申し訳ないんですけどこの子はどうやらイモ科らしく、今はちょっとこうまとまってるんですけど、もう一時期ここからもう 4,5 本出て、もうここより下ぐらいまで垂れちゃってたりとかしたのを、ちょっとずつ切ったりしつつ、なんとか育ててるんですけど、とにかく元気なんでありがたいっちゃありがたいんですけど、ちょっとこういうなんですかね幹というとのこの辺が荒々しい感じがして、ちょっとこう命を感じるところがあるので、彼のように頑張って僕も生きていかなきゃなって感じですで、あとはこれモンステラか、よくあると思うんですけども、これが一番最初に買った植物だったんですね。で最初の頃は結構こんぐらいまとまってたのが、今多分1メートル50センチぐらい伸びてくれて、結構この日当たりがいいと思うんで、あんまりなんか制御しようとせず生きたいように生きてほしいなって感じではあるんですけど、あと一応ここら辺のスペースのイメージとしてはもうちょっとこうジャングルチックな感じにしていきたくて、そのイメージをちょっと表現してくれてるから結構一番気に入ってるのはありますかね。であと次で言うと、これとソテツだと思うんですけども、去年買ったかなと思うんですけど、これもちょっと今伸びてきたから移し替えてあげたりした方がいいかなと思ってはいるんですけども、ちょっと南国っぽい感じ。そうですね、ちょっとそうなんですよ。イメージも南国とかアジアンチックなイメージをした植物を買うようにしてはいるんですけども、次に紹介するオリーブが急に多分
ヨーロッパっぽいんですかねオリーブ多分アジアっぽくないと思うんですけど、なんかもうオリーブっておしゃれだなみたいなイメージで、ちょっと一瞬これ枯れちゃったんですよ。でも復活してくれてて、多分細かく見てもらうとすごく茶色になっているところと、一部本当だ、はい、よく見るとそうですね頑張ってほしいなとは思ってるんですけど、ちょっと一瞬、ミスっちゃって、やっぱちょっと他のと若干育て方やっぱちょっと違うのかなと思って、でもとりあえずまだこれは生きてると思うので頑張って育てていきたいなって思いますでこれがポトスこれも本当はもっとこう今結構垂れてきてくれてると思うんですけど、全然垂れてない状況で本当にこっち側から見えるこれぐらいな長さから育て始め、今やっとこう少しずつ下に垂れ始めてきてくれてて、これもうちょっと下まで来てくれたらいいなっていうので、今年も頑張ってもらえたらって感じです。結構じゃあ大きくなりました。と思います。ちょっと心配なのはちょっと上にかけちゃってるんで、ちゃんと太陽の日は取れてるのかなっていうのは気にはしてるんですけど、ある意味下に来たら太陽の日浴びれるよっていうのでもう少し下に伸びていかないかなって勝手に思っておりますけど、ですかね。であとはどうやらこれはホヤっていう名前らしくちょっと違ったら申し訳ないんですけども、今までのって割とこう目に見えてこう自然っぽいというか、植物だなっていう感じの感覚とか肌触りのイメージなんですけど、これなんかパッと見ちょっとプラスチックのようなこう人工のような感じするんですけど、一応これもちゃんと本物で生きてる。これも割ともうちょっと短かったんですけど結構垂れてきてくれたんで、ちょっと今水足りてなさそうなんでこの後水やりたいなと思うんですけどが一旦の紹介できる感じの植物です。植物は普段購入されるお店とか行きつけのお店あったりしますか？そうですね、ちょっと実家が神奈川県藤沢市なんですけども、そこで買うパターンか、表参道のポルシェとかあるちょっと青山に行く方のところで、ポルシェのお店がちょっとそこを多分2、30メートル先、30メートルもう一回表参道に戻ってもらうと結構安いところがあって、そこに地道に通ってオリーブ買ったりとかソテツ買ったりとかしてます。ありがとうございます。そしたらじゃあその植物を置いてあるこのベンチ、ちょっとこちらについてお尋ねしたいんですけど、これはどちらで購入されたんですか？これは仮木さんのベンチで、もともとは本当にベンチ用に使ってて、要は座り用に使ってたんですけども、ちょっと一回家具の置き位置とは変えた時に、日当たりが一番ここいいんで、植物を置いたりしているので、ちょっとベンチの用途では使ってないんですけども、ありがとうございます。はい、ということでゆうたろうさんの記憶的ルーム撮影させていただきました。最後に軽くちょっとお話をお伺いしたいなと思うんですけど、このお部屋のコンセプト、言葉で表現するとしたらどんなお部屋ですかみたいなところを聞きたいんですが、わかりました。それでいうと、一言で言うとやりたい放題こうとにかく自分の、欲望のままにちょっとあれですけども、できる限り自分の、好きなものであったりやりたいことを、ある意味パーソナル空間だと思うので、出し尽くしたいなっていうのがありかなと思ってます。確かにこうジャンルというか、カテゴリーで言ってもここのものがあったり、こういろんなものがミックスされてるような感じなんですかね。そうですね。もうちょっとかっこよく言うと、それぞれ違うものがちゃんとそこに存在して、でもこうちゃんと調和が取れてる空間っていうのを目指していきたいなっていうのはありますね。ちなみに普段こう家具とか購入されるときに、行きつけのセレクトショップだったり、ブランドだったり、よくチェックするものとかあったりしますか？多分エリアでいうと多分青山表参道が多いんじゃないかなっていうのは思うんですけど、あとはオンラインでいろいろ見たりとか、あとは IKEA さんとかですかね。今日ご紹介した家具屋さんは基本的には見たりはしてますね。ありがとうございます。
そしたらじゃあ最後にゆうたろうさんの方から何かお知らせだったり告知があればしていただければなと思います。インスタグラムをやっているので、もしよろしければ皆さんフォローしていただいて、11月を目指して、個展に挑戦していきたいなっていうのがあるので、そこら辺の告知も、インスタグラム経由でできたらなと思うので、皆さんぜひ一度は遊びに来てください。今インスタグラムはどのような発信をされてるんですか？基本的に、部屋の、様子を出しているのもあるんですけども、うざいかなと思うんですけど、もう少し自分というキャラも出していけたらなと思うので、家具ファッションをちょっと中心に発信していったりとか、ゆくゆくはライフスタイルとかもう少し幅広いところまでいけたらなと思うので、応援いただけたらなと思います。というわけで、気になる方はぜひゆうたろうさんのインスタグラムチェックしていただければなと思います。こんな感じですか？多分出てきてると思います。というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストはゆうたろうさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。さよなら。さよなら。